はい、ですね、そろそろですね、収穫の時期になりましたんで、準備をしようと思います。稲穂の方もね、見ての通りですね、頭を垂れて、もいますし、色もね、もうだいぶ茶色になってますね。収穫の目安というのは、よく言われてるんですけども、ここについているもみのね、色を調べて、で、緑色のもみがですね、15% 以下になれば、収穫の適期というふうに言われています。で、ただね、実際には、株や穂によって生育状況っていうのは違いますんでね、収穫適期のものから未成熟のものまでね、いろんなもみが混じったような、ね、状態です。コンバインとかね、そういったものを使う場合ですね、田んぼ単位でね、まとめて収穫するしかないんで、代表値とかね、平均値とか、その辺を見て、収穫するかどうかっていうのを判断するということになります。なので、多少のね、品質のばらつきは、あるだろうということでね、目をつぶって、その分量でカバーするというね、考え方ですね。はい。それではですね、一応出来具合をね、ちょっと見てみたいと思います。よくあるのはですね、穂の長さを測る方法ですね。ちょっとやってみましょうか。はい、これですね。はい、だいぶこれなんか結構長いと思うんですけど、このね、長さですね、こう測ります。はい、これなんか23、4センチ、25センチですね。はい、結構長いですね。これは多分、ね、長い方と思いますね。他のやつはこの辺ですよね。この辺だと、この辺ですと、20センチですかね。はい。この辺やってみましょうか。こちらもやってみると、これ21センチぐらいですね。はい。これ多分短いかな。でも21センチぐらいになりますね。結構長いですね。はい。で、これね、もう、緑のやつもうないですね、ほとんどね。全部茶色いのでもこれなんかちょっとあれかな。ほぼね、全部茶色いかな。うん。はい。なので、ちょっと、収穫時期を過ぎてるっていうか、もうね、いつ収穫してもいいって感じだと思います。はい。で、出来具合の方は、ほぼね、ほったらかしだったにしては、なかなか良いんじゃないかとね、思います。ほうみともね、たまに黒いもみとかね、中が入ってないね、もみとかあったりしますけども、全般的に見ると病気もないようですし、虫もいないんですね。おおむね良好といったところです。初めてやったにしてはですね、とはいってもほとんど何もしてないんですけど、良い方じゃないかなと思います。はい、じゃあ、あとですね、奥の方のね、もう一つの田んぼの方も見てみましょうか。はい、こちらになりますね。はい、こちらはですね、まだ青いですね。はい、これなんかまだね、全然青いですね。はい。茶色いのもね、あるっちゃあるんですけど、これは若干茶色くなってますけどね。全般的に言うとまだ青いですね。3週間ぐらいね、田植えが遅かったんで、しょうがないってしょうがないんですけど、こちらはですね、少し時期をずらしてね、収穫することになると思います。はい。あと、そうですね、長さ分かってみましょうか。長さはですね、
さっきはね、20センチ超えたぐらいありましたけどね。こちらだと、16センチとか、これはちっちゃいですね。この辺は多分、14センチぐらいですか。はい。こちらも15センチぐらいですかね。はい。ということなのでね。やっぱりちょっとちっちゃいですよね。そもそもね、車と比べると、まあ分岐数が少ないですよね。こちらね。はい。なのでね、もみの数も相当少ないと思うんですけど、まあ、車田はね、1本苗だったんですけど、こちらはそうですね、1株でね、5本とか10本とか植えてたんで、まあ、もっと増えてもおかしくないんですけど、まあまあ、こういう結果になりました。はい。で、ちょっと話は変わるんですけど、ここに来たついでにですね、除草のね、動画で、まあ、実施しました電撃の効果をね、ちょっと確認してみたいと思います。はい。まあ、この辺りがですね、電撃を加えたところですね。はい。で、これが、あれですね、電撃加えたけど、なかなかしおれないなって話をしてたやつですね。もう完全に枯れてますね。これ茶色くなってね、倒れてます。はい。なのでね、まあ、やっぱり、硬いからね、ちょっと時間がかかりましたけども、やっぱり、ちゃんと電撃加えると、しおれるというのがありますね。と、この辺もですね、茶色くなってね、全部こう枯れてます。はい。まあ、新しいのもね、もう生えてきてますけども、あとこの辺もね、この辺もちょっとしおれないなって言ってたんですけど、こちらももうボロボロになってますね。はい。なので、ちゃんとね、適切な電圧と時間ですね、加えれば、雑草はね、まあ、枯れるんだということがね、分かりました。はい、それではですね、まあ、米のね、出来具合は、まあ、以上ですけども、次にですね、まあ、このできた米をどう収穫するかっていうのがね、次の問題となります。米の収穫用のね、農業機械とかは持ってませんので、まあ、コンバインはもちろんですね、稲刈り機もありません。まあ、どうするかっていうのをね、考えなきゃいけないんですけど、まあ、その前にですね、収穫の工程と歴史についてね、ちょっと整理したいと思います。で、その中からね、ヒントを得たいかなと思います。はい。で、伝統的なですね、収穫の工程というのは、まあ、稲刈りをして、乾燥して、脱穀という流れになります。その間にですね、まあ、風を使って選別とかね、いったような作業も入ったりするんですけど、まあ、それはね、メインじゃないので、まあ、省略します。それから、その後にですね、もみすりとか精米とかいう作業もあるんですけど、こちらは収穫とはちょっとね、別なので、別途考えます。まず最初の工程は稲刈りです。稲刈りはですね、まあ、弥生時代は石包丁っていうね、石をですね、割って、包丁のように加工したものを使っていたようです。で、石包丁を使ってですね、穂の先だけを摘み取っていくと。そういう作業をしたと言われています。例えば、こういうのだとですね、石包丁で、この辺をですね、切るんですね。ちょっとこう、まあ、切るというか、まあ、摘み取る感じですね。こう摘み取る感じで、で、この部分だけを取ると。いうようなことをしたと言われてますね。で、それはですね、当熟がですね、一斉ではなくてばらつきがあったと。らしいんですね。なので、今のような一斉に稲刈りをするんじゃなくて、穂ごとに収穫するというような、穂刈りというものをやっていたところです。で、奈良時代に入ってくると、品種改良などもあってですね、当熟の時期がある程度揃うようになったと。まあ、これでですね、株ごととか、または今のような田んぼごとの一斉の稲刈りが可能になったということになります。で、その頃ですね、鉄器の農具が普及も始まって、作業効率が格段に向上しました。私は子供の頃の、まあ、昭和50年代までは、稲刈りの方法ですね、主力は鎌を使って、人力による手刈りでした。で、私の家族は町の中住んでたんですけど、
稲刈りの時期になるとですね、ここに連れてこられてですね、大人数でね、稲刈りをしたもんです。その時にですね、誤って指を切ったっていうような跡が今でも残ってるんですね。この辺なんかね、ちょっと残ってます。はい。作業としてはですね、鎌で株ごとね、一株ごとに稲を刈り取って、で、それを数株まとめて、藁でくくってですね、それを竹で作った大きな物干し台みたいなものにですね、かけていくと。いわゆる端掛けと言いますけども、それをすることで天日干しをすることで稲を乾燥させます。これが2番目の工程の乾燥ということになります。でちょうどですね、私の子供の頃にですね、稲刈り機っていうのがね、広く普及します。で今、稲刈り機と言ったんですけど、一般的にはバインダーと呼ばれているようですね。バインダーとはバインドする機械、つまり結束機という意味ですけども、稲の刈り取りと、数株束ねてナイロン製の紐で、結えて、結束するという一連の作業を高速でやってくれます。これでかなり作業がですね、高速化されましたんで、子供たちはバインダーの後をついて歩いて、で結束後に地面にですね、放り出された稲束を拾って、それを肌掛けするというような作業をね、するようになりました。ただ小さい機械なので、時間がかかるのと、以前ですね、乾燥と脱穀は別の作業なので、手刈りとですね、同時並行で、バインダーを使うというような使用方法だと思います。はい、で小さい農家でもね、一家に一台は稲刈り機があったと思います。はい、で乾燥が終わるとですね、次が、脱穀です。一番原始的な方法は叩くことで、稲からゴミを外します。例えば、穂をですね、臼に入れて、杵でついたりするっていうような、ね、方法になります。その後ですね、江戸時代に、技術革新が起きます。千葉機っていうやつですね。千葉機は巨大な櫛のようなですね、形で、刃が鉄製になってます。で刃の間に穂を差し込んで引くということで脱穀できます。私は実際に使ったことはないんですけども、結構最近までですね、うちの蔵にもありました。で次の技術革新が足踏み脱穀機です。横置きの回転するドラムの表面にですね、鉄の突起が多数出てます。足踏みを動力源としてドラムが、回転します。でそこにですね、穂をですね、当てることで脱穀するというような仕組みです。これも昭和40年代の農家には一台はあったんではないでしょうか。うちの蔵にもですね、最近まで残っていました。はい、子供の時もね、実際に使ってました。その後ですね、脱穀機は駆動方式を足踏みからエンジンに変えたり、輸送機能をつけたりと進化します。それをハーベスターと呼んだりします。ここまでで稲刈り機と脱穀機という、現代の農機のですね、原型が出揃いました。あとはこれらが大型化、高度化、投工化という進化を遂げます。一方で、小規模農家で購入できる金額の限度を超え始めます。うちもバインダーとですね、足踏み脱穀機まではありましたが、それ以降の農業機械は導入が、しませんでした。ハーベスターの登場からですね、ほどなくしてコンバインが登場します。その通り、稲刈り機と脱穀というですね、複数の機能を統合した、農機の複合機になります。なおですね、コンバインでは刈り取りしながら脱穀を行うということから、乾燥がですね、省略されています。このため、コンバインを使う場合は、乾燥は脱穀の後に行うようになりました。その後ですね、コンバインは大型化、高度化の一途をたどります。小規模農家にとっては、ますます投資の回収が難しくなってきます。米作りをやめたり、利用したりする農家が、増えました。かといって、大規模農家であっても、決して楽だったというわけではありません。どんどん高価化するコンバインを購入しても、借金や米の価格の下落、不作などの負担リスクも増大してきます。このようにですね、農機の価格高騰は米作りのネックといえる問題となっていました。以上が、米の収穫の、工程と
納期について説明しました。はい、今回は先に説明した稲刈り機も剪箔機も足踏み脱穀機もありません。どうやって稲刈りと脱穀をすればいいでしょうか。今回の表素であれば稲刈り機は鎌でも可能です。脱穀もやろうと思えば叩いたりする方法で可能かもしれません。しかし本シリーズは里山スマート農業プロジェクトです。里山、つまり山間地の小規模農家に適した新しいスマート農業の開発が目的です。先に挙げたいずれでもない方式をゼロベースから考えたいところです。YouTube で同じような米を作ってみよう系の動画を見ると、ほとんどの方が脱穀ともみすりで苦労しているようです。もみすりもですね、自分でやってみたいところですが、もみすり機能付きのコイン精米機もね、市中にはありますんで、とりあえずは脱穀をどうするかというのが当面の課題です。それらの動画を見ると、いろんな方法で脱穀を試みています。多いのは叩く、千葉機に似た形状のもの、例えばフォークや、串などですね、そういったものを利用するとかですね。多いのが牛乳パックですね。これでこそぎ取るというような方法も、結構多いですね。ただほとんどうまくいってないようです。で、結局最終的にはですね、多くの方がですね、同じ結論にたどり着きます。それはですね、人間の手が最良であるということです。私もいろいろ試しましたが、これについては同意します。しかし、鎌で買って乾燥し、人間の手で脱穀というのは、時間がかけすぎます。もちろんね、大変ですよね。欲しいのは、大行な農業機械を使わずに楽して収穫できて、しかも安価な機械ですね。そういう機械ならば、小さな田んぼであっても、過度の経済的負担なしに導入可能であるし、場合によっては観光農法のですね、経費を下回る可能性すらあると思います。はい、ということでですね、プロトタイプとなるですね、装置を試作してみました。それがこちらになります。はい、名付けてですね、モバイルハーベスターです。ありものを使ってですね、手作りなので、見た目はちょっとね、いまいちなんですけど、ご容赦ください。で、中身はですね、こういう感じになってます。はい、こうですね。はい、分かる方はね、ピンときたと思うんですけど、これは足踏み脱穀機のですね、ドラムブームですね。はい、これのミニチュア版です。ハーベスターもですね、コンバインもですね、脱穀機能っていうのは、基本的な構造は同じなので、この要はですね、このドラム部分がですね、高速回転して、ここから突き出てるこれですね。はい、この金属製のところですね。この部分がもみに当たって、弾き飛ばすみたいなね、仕組みになっています。このモバイルハーベスターでは、それらのですね、農業機械から、自走機能をなくしてですね、あと電動化したと。なぜか半型にしたかというと、後でちょっと実演しますが、稲刈りをせずに、ダイレクトにもみを脱穀して収穫するということをするためです。自走機能はありませんので、今回はですね、人間が持ち運んで、やるということになります。ただし、最終的にはですね、ロボットが移動機能を担うという予定です。それでですね、ちょっとまずね、やる前に、単独でね、これちょっと回してみたいと思います。はい。で、今、電源入りましたんで、これを回すと、はい、こういう感じで回ります。はい、最初ですね、電動ドリルにつけてこれ回したんですけど、電動ドリルのスピードじゃですね、全然脱穀できなかったんでね、高速なブラッシュレスモーターにね、変えてやってみました。はい。で、一応ですね、うまく動いてるということになります。実際に、脱穀ね、ダイレクト脱穀をしてみたいと思います。はい、それじゃあですね、実際にやってみたいと思います。
はい、じゃあまず回転させます。はい、で、これをですね、入れます。はい、こういう感じですね。で、いきます。はい、こういう感じでですね。はい。まあちょっとね、当たりどころをちょっとね、まあね、まあ探さなきゃいけないんですけど、はい。ちゃんと当たってれば、こうやってね、これもそうですね。はい。ちゃんとこう、模様が取れてると。いうようになります。こっちもそうですね。はい。そうですね。はい。まあちょっとね、この中はもうちょっとね、こう、ぐっと差し込まなきゃいけないので、まあその辺がね、ちょっと使い勝手またはですね。はい。ただまあ、ちゃんと、蛇行できるっていうのは分かったと思います。はい。さっきね、手でね、やるっていうのがありますよ。手でやってみましょうか。手でやるとね、これいきましょうかね。手でやるっていうのは、要はここを持ってですね、こう、こすぎ取るって感じですね。はい。はい。こうやると全部取れます。なので、まあ手が一番早くて簡単だっていうのは、まあこういうんですね。はい。ただまあ、やっぱりね、これは結構大変な作業なので、できればロボットかなんかに機械で自動化したいっていうのがやっぱありますんでね。はい。まあその辺をどうにかできないかっていうのを今模索してるわけです。はい。で、取ったらですね、はい。こうやって取ったら、この中溜まってますから、これをある程度溜まったらですね、ここを開けて、はい。こうやって出せば、取れるというですね。はい。これがね、高速にできれば、かなり楽になるだろうという話です。まあもうちょっと改良の余地はありますけどね。はい。これで、稲刈りせずにね、ダイレクト打刻というね、ということでね、収穫してみたいと思います。とりあえずは、こちらのね、車田ですね。車田を全部やりたいと思います。はい。で、収穫はもう一回ね、2回分けますんで、どれぐらい取れたかっていうのはですね、次回の収穫の動画でね、お見せしたいと思います。